西洋ミツバチに比べてニホンミツバチの蜂蜜はなぜ3倍も値段が高いのでしょうか。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回は気になるニホンミツバチのお金事情についてご紹介します。ニホンミツバチの養蜂は稼げるのか、ニホンミツバチの蜂蜜はいくらで売れるのか、脱サラして養蜂で生計を立てることはできるのかなど、養蜂に関するお金事情について一度は気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際ニホンミツバチの蜂蜜は希少価値がとても高く、飼育には手間やコストがかからないことでもよく知られています。ではニホンミツバチの養蜂ではどのくらい稼ぐことが可能なのでしょうか。今回は飼育歴20年の週末予報がニホンミツバチ養蜂のお金事情についてよくいただく質問をまとめましたので、ぜひ最後まで見ていってください。それではスタート。ニホンミツバチの蜂蜜はいくらで売れますか。国産の蜂蜜は値段が高いですが、同じ国産の蜂蜜でもニホンミツバチの蜂蜜は西洋ミツバチのなんと3倍の値段です。ニホンミツバチの蜂蜜は一般的には 1g あたり10円以上、つまり 1kg で1万円、高価なものだとなんと 1kg が5万円で販売されています。めっちゃ高いですね。西洋ミツバチに比べてニホンミツバチの蜂蜜はなぜ3倍も値段が高いのでしょうか。理由は2つあります。まず1つ目、年間で取れる量がとても少ないことです。西洋ミツバチは1群れから年間 50kg ほどの蜂蜜が取れますが、ニホンミツバチは1群れから 5kg から 10kg ほどしか取れません。2つ目は市場であまり流通していないためです。ニホンミツバチは趣味で個人が飼育していることがほとんどで、大規模に製造する養蜂家さんや企業についてはほとんど聞いたことがないですね。そのためニホンミツバチの蜂蜜は蜂蜜専門店でも取り扱っていることが稀で、希少価値が高いことから値段が高くなっているのです。ちなみに週末予報では地元の飲食店やネットを通じて 1g あたり15円前後、1kg あたり1万5000円前後で販売しています。週末養蜂チャンネル。ニホンミツバチの養蜂は副業におすすめですか。ニホンミツバチの養蜂は副業におすすめです。その理由は3つあります。まず1つ目はニホンミツバチの蜂蜜が高価であることです。先ほど説明した通り、ニホンミツバチの蜂蜜は 1kg1 万円から2万円くらいで販売されています。数日のみのお世話でも十分に飼育が可能な10群れ程度でも年間に 50kg の蜂蜜を採取することができるので、年間に数十万円の副収入を得ることが可能です。2つ目は初期費用とランニングコストが低いことです。ニホンミツバチの飼育では巣箱は手作りして野生の群れを捕獲するので初期費用が少なく済みます。巣箱の材料費とミツバチを呼ぶ誘引剤の購入費用がかかりますが、一般的なケースとして巣箱を5つ用意する場合を考えてみると初期費用は数万円で済みます。もちろん必ず捕獲できるわけではないのでご注意ください。捕獲した後も餌をやる必要がないのでランニングコストはほとんどかかりません。3つ目は管理の手間がかからないことです。ニホンミツバチの飼育は野生のミツバチが巣箱の中で生活をしている状態ですので、頻繁にお世話する必要はありません。基本的に放任しておけばよく、月に1回程度の点検で十分です。副業におすすめな理由を3つ紹介しましたが、実は週末予報も最初は師匠と友人が趣味で始めたものでした。徐々に群れが増えていって、今では50群れ以上になり、年間に数百キロの蜂蜜を採取するまでになりました。このようにうまくいけば手がかからないという特徴を生かして、副業でもどんどん群れを増やしていって収入につなげることが可能です。一方で副業に向かない点もあります。それは確実性が低く、収益が上がるまで何年もかかるということです。実際最初の1群れを捕獲するまでに何年もかかってしまうことは珍しくありません。またどれだけ群れを捕まえられるかも運に左右されます。さらに捕獲できたとしても蜂蜜があまりたまらずに採取することができなかったり、途中で群れが死滅したり逃亡してしまうこともあります。週末養蜂の場合は20年ほど前に飼育を始めましたが、その当時はニホンミツバチの飼育情報がほとんど出回っていなかったこともあり、先ほど紹介したようにたくさんの群れを飼育できるようになるまで10年ほどかかっています。
また赤リンダニという海外から入ってきたダニの被害で群れの多くを失ってしまったこともあります。このようにニホンミツバチの養蜂は副業に魅力的な側面がある一方で、確実性が低く時間もかかるということを理解した上で始めるようにしましょう。週末養蜂チャンネル。脱サラしてニホンミツバチの養蜂を始めたいのですが、生計は立てられますか？副業にはおすすめですが、いきなり脱サラしてニホンミツバチだけで生計を立てるのはあまりおすすめしません。まず先ほど紹介したように、ニホンミツバチの群れの捕獲は運に左右されてしまうことと、群れを増やすには時間がかかることなどを考慮すると、ニホンミツバチ1本で生計を立てるには不向きです。またニホンミツバチの養蜂は規模を拡大しにくいというデメリットがあります。規模を拡大していくには飼育場所の確保が重要になってきます。しかしニホンミツバチは通常1箇所に数棟しか飼育ができないため、群れの数が多くなってくるにつれて飼育場所を増やすことが難しくなっていきます。群れが少ないうちは自宅や周辺の親戚や友人のお家などで飼育をすれば良いのですが、群れが増えてくるとどんどん遠くに群れを置く必要が出てくるので効率が悪くなってきます。さらに病気や害虫、自然災害のリスクも出てくるため、ニホンミツバチ1本で生計を立てるのには大きなリスクが伴っています。ニホンミツバチの飼育者が数百人集まるようなイベントでたくさんの方にお会いしてきましたが、ニホンミツバチだけで生計を立てている方にはまだお会いしたことがありません。週末養蜂自体も蜂蜜の販売では安定した生計を立てられるような状況ではなく、巣箱やニホンミツバチの誘引剤などの飼育者向けの商品の販売をメインの事業として行っています。ニホンミツバチの飼育は本業よりも副業向きで地道にやっていくのが適していると思います。週末養蜂チャンネル。お金目的よりも趣味、ペットを飼う感覚。ここまでずっとお金の話ばっかりしてきましたが、実はお金が目的でニホンミツバチを飼育されている方はとっても少ないんです。ニホンミツバチを飼育している方のほとんどがシニアの男性ですが、蜂蜜を販売してお金を儲けようという考えの方は少なく、ニホンミツバチをペットのように可愛がっていて娘たちと呼んでいる方もいらっしゃいます。取れた蜂蜜は家族や親戚、知り合いに分けている方が多いです。ニホンミツバチの愛好家がたくさん集まるイベントでもお金儲けの話はほとんどされず、ニホンミツバチを飼育するための工夫やどんな風に可愛がっているかでとても盛り上がっています。中には頑張って働いているのにかわいそうだから蜂蜜は取らないという方もいらっしゃるほどです。ニホンミツバチが与えてくれるものが蜂蜜だけではなく、癒しや元気だったりすることも養蜂の魅力なのかもしれません。ニホンミツバチの養蜂が事業として注目されることは、養蜂業界を盛り上げるためにもニホンミツバチの魅力を広めるためにもある程度必要だと思いますが、初期費用と手間がかからないメリットがある一方で、収益が出るまでには何年もかかりますし、不確実性が高いというデメリットがあります。ニホンミツバチをペットのように飼育しながら、運が良かったらお小遣いになるかもくらいに思って楽しむのがポイントだと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではニホンミツバチに関することや飼育の方法などを発信しています。この動画がもし面白かったらチャンネル登録や高評価、そしてコメントの方をぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。